どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのげんです。虫が苦手な人用に虫の概念を頭の中に無意識化で植え付けてくれるサービスを求めるさやです。つまり虫が苦手だからさ、虫の資料見れないから、もうなんか書けるんだけどみたいな状態に無意識化に植え付けてくれるサービスってないのかなと思って。そっちの方が怖いだろそれもそうなんですけど、はい何これタイトルすら書いて確かに書いてないよ昔キョムスターっていうキャラクターを作ったんですけど、より虚無に近づけるために強めのキョムスターをちょっと今回ね、デザインしてみました。デザインしたんだそうすっごいもうなんかラスボスじゃん、これ。そうだ、強いよ。すべてを無に帰す無という善に変えろう。かっこいい。かっけえですよ。ということで今回ですね、はい、こちらでございます。だからすべてを無に帰すんだよ、そういう企画かもしれません。はい、そうです。はい、夏目さんちのあの立ち絵変えるのか。拍手できませんね、それは。あ、そうなんですか。気に入ってるんで。まあ夏目さんち、はい、もう6年ぐらい立ち絵が変わっていない。せーの、これ今喋ってるこいつよ。こいつが変わってないし、キャラデザも変わってないし、でそもそもこのキャラデザっていうのが、私とゲンさんが一番最初に働いていた会社で、なんか私が自分たちをデフォルメした時に。そうなんですよ。だから僕たちが同期で働いてた会社の時にさやが描いた絵からちょっと洗練されたのが今のこれなんです。そうで、難しい。もっと言うと、僕の髪型がその時の髪型なんだよね、多分ね。あ、そうてか前髪がある、こんな M 字ではなかったけど、今ムファラハンって感じだけど、なんかすごいインドな感じだった最近はなんかもうさ、よく出てくるこの東京タワーのコラボの時とかさ、この角度ね、なんかいろんなコラボの時の出てくるゲンさんだけ無反してるみたいなね。東京タワーの時だけ無反してる。あ、そうか。他のところよそ行きにならないから、よそ行かないから、確かにはいってなったり、実はさやさんの前髪が逆だったりね。そうなんだよね。さやさんって右と左よく分かってない。それもあるで、ここはまあね、もう大人だからまあいいんですよ。そんなに変わらないよ別に。言うても髪型ぐらいじゃん変わんのって。我々ってめちゃめちゃ拡大した時に、やっぱりこうちょっと目元口元にシワが増えてくるなみたいな感じは。デフォルメでそこまで入ってくるの嫌だなデフォルメでももうごまかしきれない立ち絵が1個あるんですよ。こいつです。ドンうちの娘、報告動画を出したのがいつですか？24日前パラちゃんが、生まれた時の動画がこれなんですが、投稿日ちょっと見てみますか。こちら2023年の5月20日に、夏目さんち大志が無事に生まれましたという動画を投稿しております。で、この動画のサムネの顔隠しがこれなんですけど、非常に赤ちゃんなんですよ。一番最初こんな感じだったんだけど、その後さやがなんか何度か動画の中でエピソードトークとして出てくるたびに、少しずつ洗練されていったパラちゃんが今のこれなんですよ。このおリボンつけて、これね、上でおリボンつけて、で黄色いロンパースみたいなの履いてて、ロンパース着てるの。ちょっとあれこれ言いましたけど、今回の企画は夏目さんちの立ち絵も新しい案は模索しつつ、メインはうちの娘の立ち絵も変えようぜっていう。変えちゃうか。赤ちゃんじゃないんですよ。みんなも多分夏目さんちをなんか追っかけてくれてる人だったり、夏目さんち大志が生まれました以降あんまり最近見てなかったよっていう、この間もねこんな動画出したんですけど、例えばこの動画でたまたま戻ってきちゃった人からするとびっくりするわけよ。いや確かに、待てよ、赤ちゃんじゃねえのかもうみたいな、確かに。でも最近の動画から見始めた方はなんか立ち絵赤ちゃんだけど、話してること赤ちゃんがでやってることじゃなくねみたいな、そういう感じもあるんだよね。そうっていうのもあるので、この動画をもちましてパラちゃんの立ち絵が変わるぞと。赤ちゃん卒業。そして、ちょっとこれ動画の終わりにまた細かいことは言うんですけど、今回、告知動画です。だいぶ前に募集したですね、ペーパーシアターと夏目さんちのコラボの製品が出来上がりましたと。いやね、超かわいい。めっちゃかわいいんですよ。マジでかわいい。でそれがねちょっととある理由で、パラちゃんも入ってるわけです。あ、そうね、ちょっとその辺はね後で動画の最後にお知らせできればと思うので、ぜひそちらも楽しみに待ちつつ、まずは立ち絵描いていきたいと思います。さあということでやっていくんですが、まさかこの1回戦目とかいうこの表現にこういう日が来ると思いませんでしたけど、1回戦目、ゲンさんやっていきますか。
よーいスタート。じゃあ今のゲンさん書いとこう。待って、まずさ、俺今のゲンさんも書けないんだよ。でもなんかさ、夏目さんちを変えるとなるとさ、この速度で書けなくなるんだよな。なんで馬宿の王子リスペクトやっぱりワンピースでもさ、2年後にシャボンディ諸島へってなった後、ルフィたちの服がいっぱい変わったわけ。それを小田先生はその新しい案どれがいいかなっていうのいっぱいラフスケッチがあったわけよ。ああいうのを見るにやっぱそういうなんかさ、いろんなパターンを出すの大事なのかなと思って。ワンピースと並んじゃった。ワンピースちょっと気持ちだけはね。いや震えちゃった。いやもうメガネ変えたら。確かにメガネはこのメガネじゃないんですよね、今ね。見てこれラウンドメガネちょっとイラッとする。イラッとする。花って書いてたっけ？夏書いてね。覚えてなさすぎだろ。俺マジで夏目さんちの作画に関してはさやに1、2しすぎてて当事者意識なさすぎるのよ。俺絶対書くもんじゃねえだろうなと思って。俺は絶対に書かないっていう。ちょっとおしゃれになりすぎじゃないこれ。なんかさセットされてない？そうこれあれじゃん、ヘア目ついた時のゲンさんじゃん。ヘア目ついてるじゃんもう。7年経ったらやっぱりさいろいろ経験してくるから、その経験をやっぱ出したいところあるじゃん。あと俺マスコットキャラクター連れてたいの。やめてよキャラ設定増やすの。使い魔増やすのやめて。見てもう恐れないからさ、マッキーペン一発書き。恐れなさすぎる。ね待って、ふざけちゃった。15分たっぷりね、15分たっぷりふざけちゃったさや。どうしよう。ないだろ。はいということでまずはゲンさん。はいゲンさん、ゲンさんの立ち絵今後どう変わる予定なのか。せーのドン。いや待ってって、一番有力説はこれ。嘘だろ。ちょっとフルボイスにして。スズメよく吸うよ。何があったんで。第2候補がこれ。ちょっと無反、やっぱり夢叶えようかと思って。金、ああ僕の布団のことか。金と引き換えに全て失ってる。失ってる、ここは大穴ね。かわいい、どうでしょうか。どれがいい？これは何？儚い少女風じゃない？あ、そう、真相の霊場原さん。真相の霊場？何真相の霊場って。窓の向こうで本を読んでるタイプのお嬢様。はい、これはお猿さんの原さん。変える気なさすぎるだろ。この中の一体と原さんと戦うから。この中でどれが結局いいかをちょっと選ぶって話ね。そう。で俺の案はこれ。やっぱり、7年も YouTube という場所でいろいろやってきたりさ、インターネット中心に活動もしてると、これみんなデフォルメで、いろんな活動者の見た目全員に肌補正がかかってて、見えてないこの姿は誰にも。この苦しみ誰も見えてない。血ついちゃってるよね、拳。ちゃんともう戦ってきてる。とどめさしてるもんね、一回。隠してる右手一体もうどうなっちゃってるんだ。ああ悲しい、辛い。左足もオートメールになっちゃってる。オートメールになっちゃってね、やばい。このゲンさんどう考えてもさやさん失ってる。確かにね。さやさん失ったゲンさんになっちゃってる。どう考えても失ってるよね。ならなんかさ、ゲンさんは気づいてないけどさ、これに実はさやが入っててさ、もうさやはいないけどっつってこいつに話しかけるんだけど、こいつの中に実はさやがいるんだ。パラちゃんどうなっちゃったの？この本当。パラちゃんを救うために戦ってる。そういうことか。取り戻しに行くんだ娘を。怖いよ。マッドマックスや。じゃあこの中でどれが良かったか皆さんぜひ投票していただけたら、どっかのサムネがガチでこれに変わる可能性があります。ということでゲンさんの立ち絵や変更案。YouTube で今頑張ってるゲンさんの辞任がこれになっちゃってる。なんかさ、なんか心が痛いよね。なんかこれはちょっと誇張してるから、己との戦いだから YouTube 基本的に。これあれだから自分たちの動画だからね。これ撮ったのに殴りつけてボツにしてきた動画。そういうこと？そういうことなんだ。そういうこともあった今までは。だからここからゲンさんは光の道今から行くと。ここから行けるんだ。行けるだろまだ。どこからでも行けるだろ。メガネ割れてるし。次行くか。はい。さやさんは7番のゲンさんを毎回サムネに書くのが苦しいなと思う。2回戦目は、次さやさんですよ。さやさん、はい、行きましょう。現在のさやさんを書くしかないよね、まずは。まず、線数多くない？辞任これ。なんでそんな急に美しくなった？最近のさやさんね、髪型がねこういう感じなの。キャラクターが違うんだよね。なんかこのさやさんなんか何回出てきそうだもん。なんかの挿絵で出てきそう。なんかいそうだよね。もう、絵の中ぐらいさ好きな髪型してるいな。いいじゃん。でしょ？いや私本当に憧れはショートカットにめっちゃ憧れるのよ。ずっと言ってるよね。こういうショートカット、かっこいいけど可愛いお洋服も合う感じのさ、こういう髪型に超憧れるんだけど、こういう人たちってなんかさ繊細な髪の毛のイメージがある。この髪型をやってらっしゃる方って。それに比べて私の髪の毛は蛮族だからできないんだよこれ。だからねちょっと諦めてるんだ。
これも立ち絵のリニューアルじゃなくてさやさんがやりたい髪型で、夢を叶えてあげたいさやさんの、でもよくよく考えてほしい、はい、リニューアルというか、勝手に洗練されてる気がしてるの私。でもそれこそ一番最初の頃の夏目さんちのチャンネルアイコンがこれなのよ。じゃん。あ、まあ確かに確かに、頭身もさなんか中途半端に長いしさ、それさ目開いてるしさ、改めてリニューアルっていうするんだったらやっぱ劇的に変えていかないと意味ないもんな。そうだから俺今劇的に変えてやってるとこよ。人魚にするってどう？でも結構近い子。私人魚になっちゃうの服装を変えるイメージカラーと大体のデザインは変えずにどんな服装がいいかな。やっぱワンピースじゃん。ワンピ？でもねワンピースにすると足描かなきゃいけないんだよ。横着すんの絶対ロンパーススタイルの方がね、みんな描きやすいと思うんだ。あれはねすごく描きやすい。なんか私ゲンさんほどいじってないな自分のこと。本当？ちょっと自分に優しくない？甘いよ。そうだよね。じゃあ人間やめるわ一回そういうことじゃねえんだけどって感じだけど。夏目さんち立ち絵リニューアルって言ってさやさんペンギンになっててかそれがナピメだから本来。みんな知ってる？これ知らない人もいると思うんですけど、さやさんモチーフのキャラがナピメで、ゲンさんモチーフがゲンザラシだったんだよね。なんだけどなんかナピメの方がメインキャラになってしまって、はいということで2回戦目さやせーのドン。何それすごい怖い。これをちゃんとデフォルメすんだよさやが。どういうこと？待ってメガネないっすメガネ忘れたこれは今のさやさんの状態を僕が正しくデフォルメしたものなんだけど、怖い。なんかこれが正しいと思ってるその心意気が怖い。ゲンさんは多分今ねこのさやを探してるの。一人でドラマが展開されちゃってるもん。これがさやオメガ。そう今さやは培養液で今囚われてるの。そうなんだ。さやは今何で生きてるかというと、夢コード管あれやりたいこととか注がれてる、そうやりたいことなど自分がかつて思い馳せたものたちが注がれている。じゃあこの髪型も1個入ってる。入ってるかもしれない、これも。でそしてここに子育て遊ぶ出かけるみたいな極太のもうコードが束なったものと思ってる。これもコードなのね。これも後ろに接続されてる。じゃあさやのやりたいことがいっぱい入ってんだ。でこっちはピンって今ちょっと抜けかけてんだけど。抜けちゃってる。絵が抜けちゃってる。この絵はねカッコがあるんですけど。カッコ？これはさやのソロ活動への思いですね。そういうことね。すごいなんかさやの精神世界が。そうちゃんとこれアート。コンサイト探してたらこうもなるわって感じする。頑張って探してんだよね。マトリックスみたいな精神世界でつながれて動いてるのが今のこのさやさん。どれがいい？増えてるしめっちゃ。どれがいい？これ今のさやさんね。今のさやさんこんなんじゃないだろ。たまにしか出てこないサムネのさやさん。でこれ夢のさやさん。これ今のさやさん。これ本当の今のさやさん。これも夢のさやさん。でもこれはお風呂に入るのが大変。でこれワンピーススタイル。人間をやめようのシリーズね。これは髪型を変えようのシリーズ。どっちもなんか真面目にリニューアルしようとしてないよね。これもうね言ってしまうと夏目さんちはリニューアルすべきじゃないと思ってる俺は。わかる。だからやっぱりめちゃくちゃこうやってアップにしてた時にこじわみたいな感じがベストかなって。最近入るの 4K で読み込むとこじわが見える。確かに我々もね30代も中盤に差し掛かりそうなんでそろそろアンチエイジングに抗って生きてるから今。でも皆さんすごいなこれ。ちゃんとなんかテーマ性を感じる。でもこれみんな忘れちゃいけないのは俺が闇しか描いてないということを忘れないでほしい。ここを上回る光があるから。確かにね。本当にマックスの光を見に行こう。いろいろとふざけてまいりましたが、大変ずっとふざけてまいりましたが、違うんです。本当に今日やりたかったのは今からなんですよ。ここからが本番。ご覧ください。だってシャーペン持ってる。本当だ。下書きしようとしてない。じゃあ今まで本当に変える気なかったじゃないか。いや俺は今回の本当に会心があったら僕は変えようと思ってたの。で申し訳ないけど俺最初から自分がネタ枠っていう認識でさやはすごい真面目に新しいアイディアをいっぱいブレストみたいに書いてくるのかなと思って。どっちもネタ枠だった。そうさやもずっとネタ書いててダメだこれってなってひどい。なんでとりあえず夏目さんちは無理だなと。てかやっぱりね思い入れはあるんで。いやそう夏目さんちのこの立ちはやっぱ変えられないかなっていう気はしてたんだけど。じゃあということでじゃあパラスケ行こう。行きましょう。
ここですよ問題は。そうサイエンチとかをご覧の皆様はご存知だと思うけど、パラちゃんすっごい髪の毛がくるんくりゅんなんですね。いやそうなんだよね。そう本当に髪の毛と顔の形が私の子供の頃に超そっくりで、そうね。お目目のパッチリ感はやっぱりね原産譲りで、パラちゃんの方がお目目パッチリなんだけど、本当にさ、うん、子供ってそういう目はあるんだろうけどさ、マジでハイブリッドだよね。ハイブリッドだったね。私の子供の頃にそっくりなんですよって言いたいから、私の子供の頃の写真を見せたいところなんだけど、あまりにそっくりだからマジで出せないんだよね。顔バレに近い。そうほぼ顔バレ。うちの実家に私の赤ちゃんの頃と妹の赤ちゃんの頃の写真とかがバーって飾ってあるとこがあるんだけど、それで私の写真を指さしてパラスケが、これパラちゃんって言うぐらいそっくりで、なのでちょっとお見せしたいところは山々なんですが、かなり近い。そうそんなパラちゃんも本当にイヤイヤ期真っ盛りですよ。本当すごいよ今。すごいよ。だって寝言で嫌だって言ったからねこれちなみに昨日も、パラちゃんが車の中で寝落ちて、そのちょっとねお買い物行こうかみたいな言ってたんだけど、パラちゃん寝ちゃって、パラちゃんも楽しみにしてたお買い物だったから、そうそうでも起こすと不機嫌なっちゃうから、またの機会に行くかと思って、家の方に向かおうとしたら「いややだ」寝たの。予測変換がさ一番上にさ「やだややなの」がで埋め尽くされてる。これもまたあれですね、成長ですよ。いやすごい。もうきっとイヤイヤ期入ってんだろうなみたいな気持ちで見てたんだけど、あここからだって感じ。そうまだまだだったね。まだ最初のゲームプレイまでダウンロードできるのはこちらですをダウンロードしただけみたいな。あそうな。パラちゃんね毛がめっちゃ少な赤ちゃんだったから、なんと今まで一回も髪の毛を切ってないんですね。いやそうここまで来てまだ一度も切ったことがない。なんかタイミングを完全に失ってて、長くなってきた前髪はこのパラちゃんスタイルで乗り切ってるんだよな。いつ筆にしてやろうかワクワクしてるぜ。今回ゲンさんなかなかやっちゃってるかも。俺結構いいキャラで出してる。マジで負けてないよ。もちろんねこの後この案をもとにさやがちゃんとしたのを書くんで、はい、そのために一度山にこもり、典型を待ち滝に打たれ典型を待つ間に書け。なんか私さ子供の頃に残ってたビデオでさ、なんかハトコの子とこうお菓子を分け合っこして食べてて、でなんかこうお椀がね2個あって、さやちゃんじゃあお菓子2つに分けてもらっていいかなみたいな感じでうちのママが言ってて、で私がお椀にねこうやって2つにこうお菓子をこう分けるんだけど、明らかに私の方が多いのよくこれで恨まれなかったよねとかつって話してたんだけど、先日、ベベンチの子と一緒に遊びに行った時に、細長いさチョコチップパンあるじゃん。あれが最後で1個になった時にベベンチの子がこう、じゃあ半分こねっつってポッて折った時に、もう完全に3対2ぐらいの長さだったんだけど、その2の方をうちのパラちゃんに渡してて、で3を自分で食べててなんか私と同じことしてるんだと思って、そしてその次のタイミングで、うちのパラスケがお皿に1個だけ残ったじゃがりこ、それを自分右手で1本持ってんだよ、なので左手でさりげなくこうやってキープしてるのなんか子供ってなってかわいいよな。あれ笑っちゃったんだよな本当にしかもなんか全然お皿の方見てないのすっポリポリポリってキープしてる。でもここで今さ作り変えたところでまたすぐもうリニューアルのタイミング来るんだろうなっていう、なんかいやそうだよ。多分このスタイルは幼稚園ぐらいまでが限界だな。そうだよね。よしできました。はい、僕もできました。結構自信作。私も自信作。はい、いきますか。本編こちら。パラちゃんせーのドンドン。おーじゃじゃーん。はい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 。これ可愛くない？かわいい。あ、可愛い。でもこれいいを唱えたい。どうした？俺と被る色が可愛い。わかる。だったら黄色のオーバーオールがいいと。あーそっちね。色変ぶんないと思うよ。あー確かについても可愛いな。こういう結び方するじゃんたまにね。許諾が降りた時にそうパラちゃんのね。そっち書いてみよう。俺のこのデザインさやが書いてある。そう2つついては可愛いな。1本からさ2本になってるのでも成長を表してるわけ。確かに成人の時何本になっちゃうんだ。2歳時点で2本なのに可愛い。手数多くない？でも手数多いかも。やっぱりこれでいいんじゃないの？夏目さんちのメンバーだったらもうロンパースでいいんじゃない？あれパーカーなんだよ。あれパーカー着せてあげたら。パラちゃんもう満を持してパーカー。そうそうそう。これかわいい。でもお願いパパこれ買って。生え際がむずいな。めっちゃむず。どうするこれ。はい。ということで、ちょっといろいろとさやと今、協議を重ね、パラちゃんの暫定新デザイン。こちらになります。じゃじゃーん。こちらです。
ーん、パラちゃんこうなりました。いやでもいいんじゃないですか。2歳児以上バージョン、うん、どこまで使うかわかんないですけど、まあそうだね。まあ、ちょっとしばらくはこのはい、パラちゃんの進化した立ち絵でねいければと思います。いつか我々の身長を超えてくるのかもしれませんね。そんなでかくなる？でかくなりすぎだろ。パラちゃんだけ5頭身ぐらいあるちょうどいい塩梅で毛も伸びて、はい、毛も伸びました。シルエットはあんまり変わってないっていう、うん、おいい。今回のね立ち絵のリニューアルをされたパラちゃん、はい、なぜ立ち絵をそもそもリニューアルしようと思ったのかという話ですよ。はいはい。冒頭にも言いましたが、はい、こちらの動画で告知をさせていただいた、夏目さんちとペーパーシアターのコラボ商品、ついに完成しました。ありがとうございます。そして皆さんからたくさんこういろんなアイデアをいただいたものを、こうさやがギュッとまとめて、デザインをさせていただきました。皆さんのおかげで出来上がった。じゃあデザインをまず見せますか。ではこちらが今回のペーパーシアターの元になったイラストになります。こちら。ドゥン。おー、シャワー。めっちゃ可愛いじゃん。可愛いやろ。これでもかなりなんかすごいいい感じですね。いい感じなんですけど。いやそう、これ大元立体になるっていう。これが奥行きが出ちゃう。いやそう、いや感動した。すごい。ちょっとすでにね作成したものがあるんで、皆さんにお見せしたいと思います。こちらです。せーの、ドン。かわいい。やばい。ちゃんとさ、ほら奥にいるのよ。すごいこれ。そう。めっちゃ可愛い。いやすごい、これ嬉しいね。ねえ。ゲンさんがちょっと目追跡してくるんだよな。以前の動画でもご紹介したように、レーザーカッターですでにこう細かくねパーツは切り分けられてるところを自分でプチプチっとカッターで外していくっていう。でさらにそれを設計図の通りに貼っていくものになるので、どなたでもちゃんと順番通りにやれば作れるというものになります。はい、これほんと書いてる時さ、大丈夫なのかな、これできんのかなって、これどうなるんだろうってね、僕も見ながらやってたけど、すごいちゃんと YouTube のね再生マークというか、これもいただいたアイディアですよ。じゃあどんなアイディアからこれが生まれたのかをちょっと教えてくださいよ。はい、かしこまりました。ちゃんとロゴもリニューアルされたロゴですね。そうそもね、こうメンバー皆さん結構やっぱパラちゃんも入れてほしいっていうお声が多かったので、そう実はねパラちゃんって当たり前なんですけど、夏目さんちのグッズっていう時にパラちゃんはまあ入らないわけですよ。いやそうだね、あくまで我々の娘という立ち位置なので、なんていうんですかね、別にそういうつもりでもなかったし、動画には出てこないからね、メインで喋ったりはしないから、喋っても嫌だしか言わないけど、なんですけど、今回そのご要望がたくさんあったので、せっかくならという気持ちと、あとですね、今回のパラちゃんの立ち絵を変えるっていう企画はずっとやろうと思ってたんだけど、ちょっとタイミングをね見計らってたんですよ。で皆さんのリクエストもあったっていうのもあるけど、この姿のパラちゃんで1回ぐらいグッズに残しておくかっていう、そうだね、すごいただのエゴなんですよ。ちなみにパラスケ本人はこれが自分を表現してるっていうのを理解してるので、そうなんですよ。だから彼女もねちゃんと理解をしてくれてるこの立ち絵で、しかもこんないい機会ないじゃないですか。いやそう、ここぞとばかりに、いや皆さんからもリクエストいただいてますしっていう、なんか大義名分を得て、最初で最後のパラちゃんこの姿でのグッズ化を果たすことができました。ありがとうございます。ありがとうございます。皆様のお声が実現しました。親バカが。でそして他は、いやそうですね。でこれ僕も聞きたいんだけどさ、なんでゲンさんこのデルテテンテンテテンの時のゲンさんなのこれ。これそうでしょ。いやそうだよ、この挿絵のね、ゲンさんなんですけど、今回結構すごいたくさんね、皆さんからアイディアいただいてたんだけど、うちの多分3人以上にこんな感じでリップをいただいてまして、これしか浮かびませんでしたとか、これはいかがでしょうかって何を考えて一致してたからこんな偶然の一致あると思って、なぜかこれをね浮かんだ人がいたんだ。じゃあこの感じでいきましょうっつって。なるほど、で次に多かったのがそれ映画の表紙とか、あと我が家の壁の絵、あれをイメージした感じとかどうですかってイラストとかにもねしてくださってる方もいたり、ただねちょっと一個断念したのが、壁の絵とか線画系の僕たちの絵ってさすがにペーパーシアターにするには細かすぎて、そうだね、それがちょっと難しいねってなって、ナイトメアモードみたいになっちゃうかなと思って、ちょっと今回はちょっと断念して、こちらスタイルに採用させていただきました。そうなんですよ。でそこでそれがもう壁の絵も結構共通してるのがこの筆とかこうハケとか持ってこう絵の具がパーンってなってるとこ夏目さんちっぽい感じが入ってたので、そこをさやじおたちに担わせてみましたという。であとこの YouTube
ぽいはい枠、枠ね。そうこれもここに入ってるやつ可愛いですっていうコメント、結構何件もいただいてて、これもね皆さんのアイデアなんですよ。あ、これすごい可愛いね。そうこれめっちゃ可愛い。このアイデアすげえ良かった。しかもなんか自己主張38分38秒の動画でした、これは。YouTube とお絵描きっていうのはやっぱ皆さんなんかすごい考えてくれてるなと思って、ありがとうございますね。ありがとうございます。で後ろのミラーボールはちょっと私がふざけました。さすがにね。でもうまいことなんか細かくなってますね。いやそう、イラストで描いてくださってる方も結構サヤジオがこう飛び散ってるっていうか、なんかこう確かにそれがの表紙もこういうタイプではあるもんね。レギュラーキャラずらしてきたスドーマーね。これちょっとあれなんですけどスって書いてある。あ、そうそうそう、ちゃんと持たせたよ。コラボだけど火持たしちゃった。ペーパーだから気をつけてほしい。地に放火しようとしてるけどペーパーシアターでも絶対放火しないです。燃えやすい。皆さんのアイディアの結晶です、これは。さあということでこちらのもうとんでもなく可愛くできたね、嬉しい、ペーパーシアターなんですけども、この後8時半から先行販売がエンスカイショップにて購入が可能です。こちらの数量限定になってますので、ぜひ気になる方は概要欄からご購入いただければと思うんですけど、先行販売でサイン入りの複製原画というか、このデザイン、そうだね、このデザインが綺麗にプリントされて額装されたものに、僕とさやが衝動の赴くままに何かを書きます。サインっていうんですけどこちらの先行販売でご購入いただいた方の中から抽選で3名様にサインが入ったものが当たるというわけです。なのでぜひねチェックしてみていただきたいです。そしてこちらね一般販売もされることになりました。嬉しい。ありがとうございます。なんとですね、全国のホビーゾーン、ホビーゾーンさんから12月5日金曜日よりね販売も決定いたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。ホビーゾーンといえば我らが千葉県、幕張新都心のイオンにもあるんですけど、あそこうちの庭、庭っていうほどそんな探索はしてないんですけど、人の庭ホビーゾーンって知ってる方は知ってると思うんですけど、アニメのグッズだったりとか、プラモとかジグソーパズル、あとゲームとか、とにかくいろんななんかおもちゃだったり、大人向けも子供向けも全部ありますみたいな、もう夢の国みたいな。昔ね、そこでミニチュアちっちゃいさフィギュアを買ったことあったね。あるね。あとパズル買ったのかな。そうパズル買ったりで、ペーパーシアターももちろんいろんな夏目さんちのだけじゃなくていろんなやつも取り扱ってるので、全国のホビーゾーンで発売が開始されるので並んじゃうんだ、お店に。なんか嬉しいね。でしかもですね、ホビーゾーンさんの方にも抽選がありますので、全国のホビーゾーンさんで購入した方の中から2名限定になります。ネットで3名が。ネットで3名ということでまとめますと、この後すぐにですね、もうエンスカイショップさんで、ご購入ができますので、ぜひ皆さん気になる方はお買い上げいただければと思うんですけど、サインですね、単純に当たる確率でいうと先行販売結構当たりやすくなってますので、ぜひ皆さんよかったらご購入いただければと思います。めっちゃ可愛い。そしてもしちょっとこの先行販売数量限定ではあるので、もし買えなかったよっていうことが万が一あった場合は全国での取り扱いがね12月5日からスタートしますので、ぜひそちらでお求めいただければと思います。夜ねこう、だんだん寒くなってきておこたに入りながらこれ作ってもらえたら嬉しく思いますので、いやもうそうちょうどクリスマスシーズンなんで、ぜひね家族とか、あとはお友達だったり、パートナーだったりと一緒になんかコツコツこう一緒に作ってみるのも楽しいんじゃないかなと思います。でもちろん一人で黙々こう作業で、てか一人で黙々作業好きな方めっちゃ好きだと思うんで。いやめっちゃ好きだと思う。達成感すごいし。そういやなのでぜひ皆さんこちらパラちゃん赤ちゃんの姿、そうなんです。パラちゃんのそうなんです。このバブ姿でのパラちゃんもラストになるので、よかったらどうぞよろしくお願いします。よし、じゃあこれから練習しないと新しいパラ、いやそう、それ素振りして、多分なんか書いていくうちにもしかしたら暫定で書いたこのパラちゃんからもうちょっと洗練される可能性はあるよね。そんな夏目さんちだって昔はこんなんじゃなかったし。確かにでは皆さんもペーパーシアターよかったらお迎えして夏目さんちという人生のシアターをご家庭にお招きしてみてはいかがでしょうか。なんか最後なんでそのなんかさしっくりこない言い方になっちゃった。なんか難しかったね。すごい難しく言っ皆つけちゃったの。かっこつけちゃった。でもやっぱりさ家って貼りたいじゃん。まあね、コラボだしね。そうよく見てほしいなと思って、皆さんも一家に一家お迎えしてみてはいかがでしょうか。ややこしい